こんにちは、アンナスです。今日もダイソーのスタンプを使って刺繍しようと思います。今日は車です。ちょっと男の子っぽい感じのを作ろうと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではちょっと開けてみます。この車のスタンプなんですけど、ちょっと細かいところまでは再現できないんで、ざっくり刺繍してみようかなと思います。で、デザインは1個なんですけど、ちょっと同じものを繰り返してなんか3つぐらい並べると可愛いかなと思います。で、3つだとちょっと端っこすぎるんで、三角形に下2つ上1つみたいな感じにしようかなって思ってます。なんですけど、バランスよくやるの結構難しいんで、いきなり。なので今日はちょっと一旦こっちの紙にスタンプを押して、でそれをいつものようにチャコペーパーで写そうかなと思います。失敗してもいいように端っこにこんな感じですね。それでだいたい真ん中を決めておいて、この辺ですね。でもう一個ここに合わせようかな。この木のところに合わせると近すぎる？ちょっと近すぎる。もう一回やります。でもちょっとこんな感じですね。ちょっとやってみます、これで。はい。いろいろちょっとやってみました。これがちょうどバランスいいかな。やっぱ最初に押したのはちょっと失敗しました。ハンコは本当1個だけ押すんだったらいいんですけど、バランスよく押そうと思うと結構難しいですね。もう横にも折れ目を入れて、でここに移していきます。巾着も縦に折るんですね。でこの折り目と折り目を合わせてセットします。であんまり下にすると物を入れた時にちょっとこう内側に巻き込むんで、マチの部分ちょい上にしつつも、上も巾着だから結ぶので、だいたい下3分の1ぐらいのところにセットしてちょうどいいかなと思います。で待ち針で留めて、上1枚だけはめるの難しいですね。巾着の場合は下に下敷きを入れます。いい感じのがなかったのでコースターを入れてみたんですけど、で布と紙を挟んで、布がたくさん重なってるとチャコペーパーで写す時にふわふわして写りにくいので、できるだけ下敷きとかを巾着とかの場合は挟むといいですね。でこれを間に挟みます。でトレーサーの細い方でなぞります。もうこの細かいところは刺せないので、ざっくり外側のラインとでタイヤの丸、あと窓、内側の線ですね。これだけで十分かなっていう、も
まあどこにでもありそうな感じになっちゃいますけど、これで写していきます。はい、ではちょっと写っているか見てみます。こんな感じで、もう普通にシルエットだけですね。今回使う分はシルエットのみです。あんまり細かいところはもう刺繍できないんで、しょうがないですね。で、色味はちょっとこうかっこいい感じにしてみようかなと思います。まあでも別に車なんて別に男女関係なく皆さん乗りますから、まあ、生活必需品の方もねいらっしゃいますから、まあ、全然その男の子っていうあれでもないんですけど、子供のなんかこうモチーフ探しているとつい車は男の子みたいになりがちですね。まあ、今はなんか電車とか車とか好きな子も女の子もいっぱいいますけど、はい、ではちょっと刺していこうと思います。これちっちゃい巾着ははめてこうやって裏をちゃんとこうちょっと引っ張って裏が見えるようにしておいた方が刺してる時に一緒にこう縫っちゃうので、ちょっとこれだけギュッとやっておくといいかなと思います。で、車の色が3色なんですけど、まあどの並び順でも別に悪くはないですね。でも上がオレンジの方がいいかな。なのでオレンジとでタイヤがグレーにして、黒は、ね、こっちの濃いブルーの時はちょっとグレーのタイヤにするとちょっと弱いので、この時だけタイヤを黒にしようと思います。じゃあタイヤからいきましょう。丸ですね。2本取りで針に2本通してで、最初の並縫いはタイヤのとこに入れるとちょっと狭いので、車のこの辺に小さい並縫いを2つ入れて、で1つ前の穴に刺して、もうこれで止まってるのでギリギリでカットします。で、丸は真ん中に1本基準を入れて、で上と下と埋めます。基本的には隣に刺していくんですけど、必ず隣に刺さないといけないっていう決まりはないので、前のとこでちょっと気になるところがあれば戻って足してください。特に丸は刺しにくいので難しく感じる人が多いので、まあ、コツとしては楕円形になりやすいので、上までギリギリまで刺さないんですね。今ちょっと途中で止めた感あると思うんですけど、端っこは点ではないので線で終わるんで、なのでこうバランス見ながら上と下と足していくといいかなと思います。で、ここが終わったら続きで反対側の車も刺していきます。まあ、これぐらいですね。で、このまま糸渡るとちょっとやっぱ裏の渡り糸が気になるので、もう終わらせます。一旦裏の糸に2回ほどぐちゃぐちゃっと絡めると、これでもう絡まって止まっているのでギリギリで切って OK です。なんかね、ここに渡り糸できますよね。なのでこれでちょっとめんどくさいんですけど、これでもう一個作ってください。は
はい、では次は裏に絡めて窓を刺繍します。最後と同じように裏に2回ほど絡めて、これで、窓の一番下のところがまっすぐになっているので、それで横横に刺していきます。こんな感じで反対側も刺していきます。はい、窓ができたら今度は車の本体の部分を縦に刺していきます。どこでもいいんでどっかまっすぐ基準を入れて、でそれに合わせてずっと縦に刺していきます。ちょっと縦の刺す向きがちょっと手がやりづらいので、今刺繍枠を回して、私は右から出して左に出すのが好きなので、だいたいどんな図案でもこの向きになるように刺繍枠を回してしまうんですけど、皆さんもやりやすい方向に回してください。それでずっと縦に刺しますね。下の部分は分かりやすいと思うんですけど、上もここがねちょっと長いんですけども、一気にいっちゃいます。1センチ超えたらロング&ショートステッチなんですけど、多分ねこれ1センチ 1.2 とかぐらいかな。なんかここをサテンステッチやってるとすごくこの一気にいっていいのかなって長く感じがちなんですけど、大丈夫だと思います。でこれでもうとりあえず全部縦に刺していきます。はい、では一つできたので、あとは同じ刺し方で色を変えて刺していこうと思います。はい、ではこんな感じで出来上がりました。3つ並べるとちょっとこう可愛い感じになりますね。でこのままでもいいかなと思うんですけど、これにちょっと手を加えてみようと思います。私の普段の刺繍だとこれで終わりなんですけど、ちょっと周りを囲ってみようと思います。どっちがいいんだろう。グレー、黒、真っ黒でやってみようか。ちょっと真っ黒で囲ってみようと思います。ちょっと存在感を出したいけど絵が小さいので、2本取りで刺してみます。はい、では周りをアウトラインステッチで囲みます。まず1目作ります。でちょっと先に出して、最初に作ったステッチの真ん中あたりを糸をよけて糸の下に刺します。そうすると半分重なるので、またちょっと先に出して半分重ねる。でこれを繰り返していきます。こんな感じでちょっとぐるっと一周やってみますね。はい、こんな感じでちょっと周りを囲ってみました。なんか好みだと思うんですけど、なんかちょっと囲うとワッペンみたいな、なんかミッフィーの仕事を子供絵っていうところでやった時にこうやって刺繍を囲ったんですよね。ミッフィーの図案をミッフィーのイラストをそういう感じでやったらすごいミッフィーっぽくなったんで、なのでちょっと囲うとちょっとブルーな風な感じになるかなと思うので、ちょっと面白いです。ということでちょっと今回は全部囲ってみようと思います。なんかこういうシンプルな形
囲いやすいものの場合は囲ってもいいと思います。なんかお花とかふわっとしたなんかちょっとずつストレートステッチがピピピって入っているようなのはちょっと難しいですけど、こういうポテッとした形のものはちょっと囲ったりするのもたまには楽しいかなと思います。じゃあ全部やってみようと思います。はい、ではできたので枠を外します。こんな感じで。結構周りを囲った方が色がちょっとぼんやりしてたんでちょうどいい感じになりましたね。これ後でアイロンかけるんですけど、結構可愛いです。普通に大人が使ってもちょっとおしゃれだと思います。なんか1個赤とかにしてもいいかもですね。色は皆さん好きな色でやってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。